皆さんこんにちは。千駄木鍼灸整骨院です。この番組では正確な情報の提供、信頼できる番組作りを目指して制作していますが、症状がある方はまず医師の診断を最初に受けていただいて、それからこの番組を参考にしていただけるようにお願いします。今回は手の痛み、親指を中心としたこの辺りに痛みが出ている場合に、その痛みを緩和する方法をご紹介したいと思います。手に出ている症状というのはですね、その症状が出ている、局所を治療しても、なかなか良くならないというものが圧倒的に多くて、もっとこの上の方、肩とかこういう首、こういうところを中心に治療していかないと症状が取れないものっていうのがすごく多いんですけれども、指をよく使う方ですね、自分で指を酷使しているという覚えがあって、その結果として、この辺り、親指を中心としたところに痛みがある。そういう場合には、今回ご紹介する方法が、有効な場合がありますので、今回はその方法をご紹介したいと思います。今回の方法は、この親指を中心として、この辺りに鈍痛があるとか、動かしづらいとか、そういう方が適用で、この部分が腫れているとかですね、痛みがすごく強い、鋭い痛みがあるという方は、この方法は使わないようにお願いします。それでは、そのやり方ですけれども、この親指と人差し指のこのいわゆる水かきの部分ですね。この部分を緩めていくという方法です。ポイントとしてはですね、この水かきの部分というのは皆さんが思ってらっしゃるより結構深いんですね。ここには指の中手骨というこの人差し指の中手骨というのがあって、こういうふうにここに中手骨があって、こちら側には親指の中手骨があります。で、ここに交わっているポイントがあるんですけれども、それがですね、降りてくると、どこで交わるかというと、こんな下、ここでこの人差し指と親指の中手骨が交わっている部分が、ポイントがここになります。ということは、ここに中手骨が来て、ここに親指の中手骨がこう来ますので、このV の部分ですね。この部分をすべて緩めるという作業です。で、触っていただくとわかりますが、ここの水かきの上の部分っていうのは、柔らかくて薄いですよね。でもっと下に降りていって、こういうところを触ってほしいんですが、触診をするときは、そーっとでしたね。強く触るとわかりませんので、下から触ると、このちょうど交わっているこの部分っていうのは非常に硬くて厚みがあります。この部分は薄くて柔らかいので、この V のゾーンをすべて柔らかく、ふにゃふにゃにするという作業をこれからご紹介します。では、そのやり方ですが、まず、手の甲側から始めますが、この V に書いた、このなるべく下の方ですね。問題がある部分っていうのは、この上の方よりも、この下の方にあることが多いので、なるべく下の方から反対側の親指で、この部分を下から上の方にしっかり押さえます。これ他のビデオでもしょっちゅう言ってることなんですが、一回ここを押さえたら、この親指は決して動かさないです。このまましっかり持ったまま、押さえたまま、腕全体を動かすことで、この押さえている親指部分の筋肉が緩むまでこういう風に動かし続けてください。で、この今押さえているところが、ちょっと緩んで柔らかくなってきたなという感触を得たら、この周辺で他に硬いところがないかを探していただきたいんですが、探すとき、触診に行くときは、そーっとですよね。強く触ってしまうとわかりませんので、そーっと触診で硬い部分を探す。結構中手骨の骨の際の部分にその硬い部分が見つかることが多いですけれども、そう硬いなっていう部分を探して、見つかったら、その見つかった部分を
親指でしっかり押さえて固定する。一旦固定したらこの親指は決して動かさない。その上でこういうふうに腕全体を動かすことで親指で押さえている部分の筋肉が緩むのを待ちます。そしてこちらの甲側の筋肉が全体的に柔らかいふにゃふにゃの状態になったなと思ったら今度は手のひら側で同じ作業を進めます。手のひら側もここに中手骨が来て、親指の中手骨が来て、交わる部分っていうのは結構下ですね。この辺りに交わりの部分がありますので、この V ゾーンのなるべく下の方から親指を当てたらもう動かさない。で、このまま固定したまま腕を動かすことでその硬い部分を緩めていきます。で、またここが緩んだなと思ったら同じように触診でこっち側の中で硬い部分をそーっと触診で探します。ここ硬いなってとこが見つかったら、その見つけた部分は反対側の親指でしっかり押さえます。一旦押さえたらもうここは動かしません。持ったままですね。持ったまま、また腕を動かすことで、この親指で押さえているところが緩むのを待ちます。この作業を甲側、手のひら側、両方やっていただくと、この水かき部分全体が、柔らかくなったなっていう風に変わってくると思いますので、変わってみたら動かしてみてほしいんですが、動かしてみると、ちょっとさっきより楽に痛みが減ったという風に変わってくれば成功です。これをこの痛みが緩和するまで毎日続けていただくと、だんだん痛みが減ってくると思うので、ぜひ試していただきたいと思います。今回は親指周辺の痛み、ドケルバン病とか言われている場合の痛みの緩和の方法をご紹介しました。手を酷使してですね、その結果としてこの辺に痛みを感じているという場合は、この方法が有効だと思います。逆にほとんど手を使ってないのにこの辺が痛いという場合は、その原因はここではなくてもっと上の方ですね、肩とか首を治さないとこの痛みが取れないという場合も結構ありますので、それについてはこのシリーズの中でまたご紹介していく予定です。今回もご覧いただきありがとうございました。参考になったなという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。